2023年総まとめ。2023年振り返って、そうですね。2022年にがんになってから、2023年はがんとしての新しい仕事が増えたのが嬉しかったですね。がんサバイバーとして病院のコラボで椅子ヨガをやったり、あとは老人ホームから声かけてもらったり、レッスン声かけてもらったりとか、来年はまたこれが増えそうな感じなので楽しみです。もう結構もう予定してんだっけ？そうですね。2月にもふじみ野市のイオンタウンで、ボランティア活動ができるというか、そういうのがなんか私人生変わってきたなっていうのがします。でも本当にね、自分から見てすごいびっくりなのが、やっぱりこの女性のこのコネクション、口コミ力はすごいなって思うね。隣で見てて。こんなにも口コミって大事なんだ。そのヨガの活動だけじゃなくて、お医者さんとかも、お気に入りのお医者さんすぐ行くとか、なんかそういうのが、これ、なんかビジネスに応用できないかな。みんな応用してるんだけど、そう口コミとかね。それはすごい横から見て思う。いや、どんどんやってってほしいね。はい。頑張ります。ね、美咲がもう来年幼稚園なので、今年プレ幼稚園も行けて、周りの子たちとも比べるとか、そういうのもあるし、目標とか理想とかが、道ができた感じがするかな。はい。本当に赤ちゃんだったからね。まだね、3歳まで。もうなんか、コップ持っただけで可愛いとか、お箸持っただけで可愛い。これが少し変わってきたなっていうのは感じましたね。個人としてみたいな活動ってのはないですか？個人として目指してるもの。個人として目指してるもの。なんかほら、残念じゃないですか。仕事と子育ては家庭としてなんか、やっぱりこの、人生としてやっぱりもう一個いやもうその上の2つは自分がないとできないことだから、そこの個人としてっていうのが一番の基盤になってるから、その上のお花を言ってるだけで、土は自分じゃない。なんかそこはなんか目標とかあるのかな？土の目標みたいな。そう土の目標。全然仕事があるのもいいと思いますよね。よくほら、子育て一生懸命だった親が、子供が巣立った瞬間になんか本当にやることがなくなっちゃうみたいなよく聞く話だけど、仕事が広がってくるっていうところでも、それは、防げる、いいことなの。そういう状態にならない方向になってるのかなって思いますけど。いや、もうなんか、その基盤の自分が最近ものすごく強くなってるので、結婚して親になって癌になって、ここ数年で目まぐるしく自分が変わることが多くて、ものすごく成長した感があるんですよ。いやもう充実してるんだったらすごい。で、その急激にこう成長してるから、これはこのスピードはもういいかなってちょっと思って。はい、なるほどね。よかったです。自分か。仕事は、今年初めて、要するに前職が1月で解雇。退職勧告が出た。1月で退職で、2月から、初めてこの業務委託っていう形での仕事をスタートさせたっていうのが、自分的にはかなり大きいなっていう感じで、感想としては、1月に退職したところは正社員だったんだけど、その時からもう業務委託の人といっぱい一緒に話す機会、仕事する機会があって、なんでああいう人たちは業務委託で働いてるんだろう。何かしらそこにメリットがあるんだろうな。みたいなことを感じて、今回せっかくだから業務委託という仕事の仕方もちょっと一旦知っとこうみたいな感じで、2月から6ヶ月一つの会社。で、今、業務委託2社目で、8月から4ヶ月ぐらいかな。楽だなって言ったら変なんですけど、心地いいな。ちょっと違うな。多少正社員に比べて物足りなさもなくはないんだけど、でもやっぱり業務委託という仕事の仕方をすごい、良さも悪さも含めて分かったっていうのはすごい大きいかな、仕事の中では。
これからも続けたいなっていう。まあ当面は続くんじゃないかな。で、まあ続けたいか叩きたくないかって微妙だなと思ってて、やっぱりそこはもう対価、やっぱり業務委託ってすごい対価がいいんね。なんというか、こっち一回来ちゃうと、なんか正社員にもで働く意味があるのかなと思うね。だからまあとりあえずまあこれからもやっぱり両方選択肢としてはどちらも持っておくけど、やっぱり今年はその業務委託という働き方をすごい知れたっていうのが大きいなと思います。で、あとは、まあ、子育て。子育ては、まあそんなに変わってないですね、今年は。まあ保育園に行くっていうのは、まだ行ってないからね。だから来年の方がすごい大きな変化があるんだろうなと思うけど、でもまあやっぱり子育てとして、まあ保育園の中で、やっぱりなかなかこう集団行動っていうのが、やっぱり今一人っ子だとできないところで、まあその集団行動の中に子供をこう入れていかなきゃいけない。だからまあ今年はそんなに大きな違いはないと思うけども、これまでと。むしろ来年へのこの覚悟みたいな、来年をちょっと頑張らないといけないぞみたいなのが空気感として我が家。まあ保育園の見学とかね、はい。あとは個人としては、やっぱりジョギングとかマラソンをすごいできるようになったのが楽しかったいいね。やっぱり今回、久しぶりにハーフマラソンって、まあボロボロだったけど、とりあえず出るということができたのも嬉しいし、まあもともとガーミンのこのランニングウォッチ使ってたんだけど、それのこのトレーニングプランとかをやり始めて、初めて月のジョギング量が100キロを超えたの。で、100キロを超えると、まあ自分は一人でやってるから50キロとか多くても80キロぐらいで、100キロなんてどんだけ辛いんだと思ってたけど、やっぱり楽しい練習ができると、100キロとか140キロぐらい11月とか言ってるね。そうすると全然楽しくいけちゃうんだなと思って、やっぱり何か続けるのってさ、辛いと続かないなと。はい。なんでそれがすごい嬉しいので、まあ来年はまた目標できてる感じですね。かな。まああとは、まあなんて言ったってこのチャンネルを始めたのが嬉しいね。そうですね。やっぱりずっと言ってて、なかなかこう、取るという行動に移せなかったし、やっぱりそれはやっぱり自分一人でやることと二人でやることってやっぱりちょっと温度感をやっぱり相手に合わせなきゃいけないところがあるんですけども、それがこうやってとりあえずスタートしたっていうのが嬉しい。いいですね。まあ来年やりたいことはそうですね、2001年最初でこのチャンネルの抱負とか語れればいいかなと思います。振り返りはこんなところで。はい。以上で。はい。皆さんの振り返りとかもコメントでお待ちしております。いいねとチャンネル登録お願いします。はい。ではまた次の動画で。バイバイ。バイバイ。